こんにちは、さくらです。今日は日本の会社員は給料でどんな生活をしているのかについてゆっくり話します。皆さんは日本の会社員の生活についてどんなイメージがありますか？朝早く会社に行く人、スーツを着て電車に乗る人、毎日忙しく働いている人、そんなイメージがあるかもしれません。そして、こんなことを思う人もいるかもしれません。日本の会社員は給料をたくさんもらっているのかな？東京で一人暮らしをするとどのくらいお金がかかるのかな？毎月の給料で楽に生活できるのかな？今日はそんな日本の会社員の給料と生活について優しい日本語で話します。もちろん日本人みんなが同じ生活をしているわけではありません。給料は会社によって違います。仕事によっても違います。住んでいる場所によっても生活にかかるお金は大きく違います。東京に住んでいる人と地方に住んでいる人では家賃も生活費も違います。一人暮らしの人と家族と一緒に住んでいる人でも使うお金は違います。だから今日は日本の会社員は必ずこうですというのではありません。まず会社員という言葉について話します。会社員は会社で働いている人のことです。日本では会社員として働いている人がたくさんいます。朝会社に行って仕事をして夕方や夜に家に帰ります。会社によっては家で仕事をする人もいます。最近は在宅勤務をする人も増えました。でも毎日会社に行く人もまだ多いです。会社員の多くは毎月決まった日に給料をもらいます。日本では25日に給料が入る会社が多いと言われることがあります。でも会社によって違います。15日の会社もあります。月末の会社もあります。給料日になると銀行の口座にお金が入ります。このお金で家賃を払ったり、食べ物を買ったり、スマホ代を払ったりします。旅行に行く人もいます。好きなものを買う人もいます。貯金をする人もいます。でも、給料が全部自由に使えるわけではありません。ここが日本の会社員の生活で大切なポイントです。給料には額面と手取りという言葉があります。少し難しい言葉ですね。でも、日本で働くとき、とても大切な言葉です。額面は会社からもらう給料の全部の金額です。でも、その全部が自分の銀行口座に入るわけではありません。そこから税金や社会保険のお金が引かれます。そして、実際に自分の口座に入るお金を手取りと言います。会社員が毎月の生活で使うのはこの手取りです。例えば、会社からの給料が多く見えても、税金や保険が引かれた後は、思ったより少なく感じることがあります。日本人の会話でも、こんな言い方をすることがあります。給料は増えたけど、手取りはあまり増えない。税金や保険で思ったより引かれる。
今月の手取りで生活できるかな。こんな風に会社員にとって手取りはとても身近な言葉です。日本で働くことに興味がある人は、この言葉を覚えておくと便利です。では、日本の会社員は毎月どんなことにお金を使っているのでしょうか。まず一番大きいのは家賃です。特に東京で一人暮らしをしている人にとって家賃はとても大きいお金です。東京は仕事が多い場所です。会社も多いです。電車も便利です。でもその分家賃が高い場所も多いです。駅に近い部屋、新しいマンション、広い部屋、人気のあるエリア。こういう部屋は家賃が高くなりやすいです。そのため会社員の中には駅から少し遠い部屋に住む人もいます。部屋が少し小さくても家賃が安い場所を選ぶ人もいます。会社から遠くても家賃が安い場所に住む人もいます。毎月の家賃を少しでも安くしたいからです。東京で一人暮らしをすると給料の中から家賃を払うだけでかなりお金がなくなることがあります。だから日本の会社員は部屋を選ぶときによく考えます。この家賃なら生活できるかな？駅まで遠すぎないかな？会社まで通えるかな？スーパーは近くにあるかな？夜安心して帰れるかな？こんなことを考えながら部屋を探します。次に食費です。食費は毎日の生活で必ずかかるお金です。朝ごはん、昼ごはん、夜ごはん、飲み物、お菓子、外食、コンビニ、スーパー、毎日少しずつお金を使います。日本の会社員の昼ごはんは人によっていろいろです。会社の近くのお店で食べる人もいます。コンビニでおにぎりやお弁当を買う人もいます。家からお弁当を持ってくる人もいます。会社に社員食堂がある人もいます。社員食堂は会社の中にある食堂です。外のお店より安く食べられることがあります。でも、社員食堂がない会社もたくさんあります。会社の近くで外食をすると毎日お金がかかります。ラーメン、カレー、定食、パスタ、ドゥンムル。どれも美味しいですが、毎日外で食べると食費が高くなります。だから節約したい人はコンビニで安いものを選んだり、家からお弁当を持って行ったりします。日本ではアボ弁当を作るという人も多いです。朝、家でご飯やおかずをお弁当箱に入れます。そして会社で昼ご飯として食べます。お弁当は食費を安くするためにも便利です。でも朝作るのは少し大変です。忙しい会社員にとって毎日お弁当を作るのは簡単ではありません。だから今日はお弁当、今日はコンビニ、今日は外食。こんな風にその日の気分や忙しさで変える人も多いです。食費は自分でコントロールしやすいお金です。外食を多くすると高くなります。
自炊をすると少し安くできます。自炊は自分で料理をすることです。日本の会社員の中には平日は忙しくてあまり自炊できない人もいます。仕事から帰って疲れていると料理をする元気がないこともあります。そんな時、コンビニやスーパーのお弁当はとても便利です。日本のコンビニにはおにぎり、お弁当、サラダ、スープ、パン、スイーツなどいろいろなものがあります。だから会社員の生活とコンビニはとても近い関係があります。次に交通費について話します。日本の会社員は電車で会社に行く人が多いです。特に東京や大阪などの大きな街では電車通勤の人がたくさんいます。朝の電車はとても混みます。駅も混みます。電車の中も混みます。日本の会社員の生活を考えるとき、通勤はとても大切です。通勤は家から会社に行くことです。毎日家から会社まで電車に乗る人もいます。バスに乗る人もいます。自転車で行く人もいます。歩いて行ける人もいます。会社によっては交通費を出してくれます。毎月会社が電車代を払ってくれることがあります。これを交通費が出ると言います。でも、すべての会社が同じではありません。出る金額にルールがある会社もあります。仕事のために必要な交通費は会社が払ってくれるけれど、プライベートの交通費は自分で払います。休日に出かけるときの電車代、友達と会うための電車代、コンサートやイベントに行くための電車代、旅行の交通費。こういうお金は自分の生活費から出します。日本は電車が便利ですが、何回も出かけると交通費も少しずつ高くなります。次にスマホ代やインターネット代です。今の生活ではスマホはとても大切です。会社員も毎月スマホ代を払います。家にインターネットを入れている人はインターネット代も払います。最近は安いスマホプランを使う人も増えました。少しでも毎月のお金を安くしたいからです。毎月必ず出ていくお金を固定費と言います。家賃、スマホ代、インターネット代、電気代、ガス代、水道代、保険料。こういうお金は毎月だいたい決まって出ていきます。固定費が高いと生活が少し苦しくなります。だから日本の会社員の中には固定費を見直す人もいます。家賃を少し安くする。スマホ代を安いプランにする。使っていないサービスをやめる。電気を使いすぎないようにする。こういう小さな工夫をする人もいます。次に税金や保険について話します。少し難しい話ですが、日本の会社員の生活にはとても関係があります。会社員の給料からは税金や社会保険のお金が引かれます。社会保険は病院に行くときや将来の年金などに関係する制度です。
会社員は毎月の給料から自動で引かれることが多いです。だから、給料の額面を見ると多く見えても、手取りを見ると少なく感じることがあります。これは日本で働く人がよく感じることです。給料が上がったのに手取りが思ったほど増えない。ボーナスをもらったけど税金も引かれる。そんな風に言う人もいます。ここでボーナスという言葉が出ました。日本の会社にはボーナスがある会社もあります。ボーナスは毎月の給料とは別にもらうお金です。夏と冬に出る会社もあります。でも必ずすべての会社にあるわけではありません。会社の業績によって変わることもあります。業績は会社の調子や売上のことです。ボーナスが多い年もあれば少ない年もあります。全く出ない会社もあります。だから、ボーナスを当てにしすぎないようにする人もいます。でも、ボーナスが入ると少し大きな買い物をする人もいます。旅行に行く人もいます。家電を買う人もいます。服を買う人もいます。貯金する人もいます。借りているお金を返す人もいます。日本の会社員にとってボーナスは少し特別なお金です。では、日本の会社員は給料で楽に生活できるのでしょうか？これは人によります。給料が高い人もいます。給料があまり高くない人もいます。家賃が高い場所に住んでいる人もいます。家族と住んでいるので家賃があまりかからない人もいます。一人暮らしの人もいます。結婚して子供がいる人もいます。親にお金を送っている人もいます。趣味にお金を使う人もいます。あまりお金を使わない人もいます。同じ給料でも生活はかなり違います。例えば、東京で一人暮らしをしている会社員は家賃が高いことがあります。給料から家賃を払います。食費を払います。スマホ代を払います。電気代やガス代を払います。服を買います。病院に行くこともあります。友達とご飯に行くこともあります。そうすると、給料が入っても月の終わりにはあまり残らないことがあります。日本語ではこんな言い方をします。今月ちょっと厳しい。今月は節約しよう。給料日前だからお金を使いたくない。給料日まであと少し。このような会話は日本の生活でよくあります。給料日前は次の給料が入る前の時期です。この時期にお金が少なくなっていると外食を少なくしたり買い物を我慢したりします。スーパーで安いものを買う人もいます。コンビニに行く回数を減らす人もいます。カフェに行くのをやめる人もいます。そして、給料日になると少し安心します。給料が入った。やっと少し余裕ができた。今月も家賃を払える。
そんな気持ちになる人もいます。でも、会社員はお金を使わないだけではありません。好きなことにはお金を使う人もたくさんいます。旅行、ライブ、コンサート、ゲーム、美容、服、カフェ、美味しいご飯、推し活、いろいろな楽しみにお金を使います。日本では自分へのご褒美という言葉があります。仕事を頑張ったから少し高いケーキを買う。忙しい一週間だったから週末に美味しいものを食べる。ボーナスが入ったから欲しかったものを買う。こういう時に自分へのご褒美と言います。会社員の生活は節約だけではありません。働いて給料をもらって必要なお金を払って少し貯金をして好きなことにも使う。そのバランスを考えながら生活している人が多いです。日本人は貯金を大切にする人が多いと言われることがあります。将来が心配だからです。病気になったらどうしよう。仕事が変わったらどうしよう。親のことも考えないといけない。老後のお金も必要かもしれない。そんな風に考えて少しずつ貯金する人もいます。もちろん全員が同じではありません。今を楽しむためにお金を使う人もいます。貯金が得意な人もいます。貯金が苦手な人もいます。でも日本では将来のためにお金を残しておきたいと考える人は少なくありません。だから給料が入っても全部使わない人がいます。まず家賃を払う。必要なお金を分ける。少し貯金する。残ったお金で好きなことをする。そんな風に考える人もいます。日本の会社員の一日はどんな感じでしょうか？朝起きます。朝ごはんを食べる人もいます。時間がなくて食べない人もいます。コーヒーだけ飲む人もいます。コンビニでパンやおにぎりを買う人もいます。そして会社に行きます。電車に乗ります。電車の中でスマホを見る人が多いです。ニュースを見る人、音楽を聴く人、動画を見る人、寝ている人、本を読む人、いろいろな人がいます。会社に着いたら仕事をします。メールを見ます。会議をします。パソコンで作業します。お客様と話します。資料を作ります。電話をします。仕事の内容は人によって違います。昼になると昼ご飯を食べます。外に食べに行く人、コンビニで買う人、お弁当を食べる人、会社の中で食べる人、同僚と一緒に食べる人、一人で静かに食べる人、いろいろです。
午後も仕事をします。夕方になると仕事が終わります。でも、忙しい日は残業があります。残業は決まった仕事の時間の後も働くことです。日本の会社員のイメージとして残業が多いと思う人もいるかもしれません。確かに残業が多い会社もあります。でも、最近は働き方を変えようとしている会社もあります。在宅勤務を取り入れる会社もあります。仕事と生活のバランスを大切にしようとする人も増えています。仕事が終わった後は家に帰ります。家でご飯を食べる人もいます。外で食べる人もいます。スーパーでおかずを買う人もいます。コンビニでご飯を買う人もいます。疲れている日は料理をしないこともあります。そしてお風呂に入ったり、動画を見たり、スマホを見たりして過ごします。次の日も仕事があるので早めに寝たいと思います。でも、つい夜更かしをしてしまう人もいます。会社員の生活は毎日同じように見えるかもしれません。でも、その中で小さな楽しみがあります。朝のコーヒー、昼ご飯の美味しいお弁当、仕事の後のコンビニスイーツ、週末の予定、給料日の安心感、ボーナスで買う好きなもの、友達とのご飯、家でゆっくりする時間。こういう小さな楽しみが毎日の生活を支えています。日本の会社員は給料でどんな生活をしているのでしょうか？一言で言うのは難しいです。でも多くの人は毎月の給料の中で必要なお金を払って少しずつ生活をしています。家賃を払います。食費を払います。スマホ代を払います。電気代やガス代を払います。税金や保険もあります。そして残ったお金で好きなことをしたり、貯金をしたりします。楽な生活の人もいます。少し大変な人もいます。余裕がある月もあります。厳しい月もあります。でも多くの人は自分の給料の中でどうやって生活するかを考えています。何にお金を使うか、何を少し我慢するか、何を大切にしたいか、将来のためにどのくらい貯金するか、こういうことを考えながら暮らしています。日本の会社員の生活を見ると、日本人がお金を大切に考える理由も少しわかるかもしれません。お金を使わないのではなく、生活の中でよく考えて使っている人が多いのです。今日の話は皆さんの国の会社員の生活と似ていましたか？それともかなり違いましたか？皆さんの国では会社員は給料でどんな生活をしていますか？家賃は高いですか？昼ご飯は外で食べますか？それともお弁当を持っていきますか？よかったらコメントで教えてください。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。